都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。格ゲーマーってやっぱり強い人には何か特徴というか共通のものがあると思うんだよね。音羽なんだと思う？メンタルの強さ。確かにね。格闘ゲーム強い人はメガネかけてます。自分がかけてるだけじゃないですか。確かにいっぱいいるから探してください。わかりました。俺はね、格ゲーの強い人はラーメンとカレーと焼肉が好きっていう特徴があると思うな。結構みんな好きじゃね？食べ物行こうぜってなったら大抵ラーメンじゃねって思うんだよね。それゲームセンター終わった後やってるのがラーメン屋しかないから。そういうことか。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。あ、いろいろな格ゲーで結果を残しているお二人じゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今週はビジュアルノベル「月姫」の世界観で描かれるメルティブラッドシリーズ最新作「メルティブラッドタイプルミナ」を大特集。1人目のお客様は剛一選手。鉄壁の防御から守りの剛一と恐れられ、メルブラシリーズでは闘撃2010で優勝するなど数々の大会で活躍するマルチプロ格闘ゲーマーです。2人目のお客様はランポ選手。エボ2019で優勝するなど選手として活躍する傍ら、実況解説としても活動するマルチ格ゲープレイヤーです。お二人の出会い覚えていますでしょうか？クリアランプっていうプレイヤーがいるぞと。サツキっていうキャラクターを使ってて、そのコンボとかをめちゃめちゃ調べてて動画とかも上げてたりしてたんですよ。僕もサツキ使ってて結構一方的に初めは知ってたんですけれども、ゲームセンターにあってめっちゃ高青年のイケメンがいるぞって思って、これがクリアランプさんかって思って、そこがきっかけですね。多分よく仲良くなったのは本当に闘撃予選ですね。車で遠征夜中に行って、当時ヒュギュアットとかが流行ってたんで大声で全員で歌いながら行くっていうマジで頭おかしい連中がかなりやんちゃな旅をして、そっからかなり打ち解けたかな。お互いの印象についても聞いていきましょうか。今はもうすごいプレイヤーなんですけれども、当時はまあって感じな濁し方でもすごい攻略とかは考えててやってるなっていう感じで、盗めるとこは盗みたいなっていうぐらいの関係で、ただ本当にもう礼儀正しくて、その友達関係で言うともう本当に仲良くさせていただいてるって感じでしたね。14、15年前とかとにかく反応がいいと、もう中段は当たらん、下段で崩れない、ちょっと飛んだらすぐ投げてくる、どないすんねんっていうのがごっちゃんやったんですよ。じゃあやっぱ防御のうまさはその頃からなんですね。もうとにかく反応がすごくて、ただそれでもやっぱりメルブラって人が多かったんで、めちゃめちゃ勝ってる人ほどは勝ててらっしゃらなかったんですよ。ある日急に開花したのかわからないんですけど、誰にも負けなくなって、いや本当にいきなりグッてきて、見たかって言ったらちょっと言い方悪いんですけど、何があったの？超新水飲んだの？メルブラ勝ちたすぎて、その時ニートにありまして強さか、これが。これは強いな。時間を捻出したわけね。どうやったら勝てるのかとか、自分の長所をどうやったら活かせるのかとかをもう毎日考えてたらめっちゃ強くなりました。全振りですね、本当に。めちゃくちゃ説得力あるな。お二人マルチゲーマーとしてね、いろんなタイトルで活躍してますけれども、メルブラ以外にも共通してプレイしているゲームとかってあったりするんですか？アンダーナイトインバースというゲーム、ランボがエボを優勝してたんですけれども、そのゲームは結構一緒に遊んでたかなっていう感じで、入って離れて入って離れてみたいな感じだったんですよ。でその途中もう一回再開した時に教えてもらってたのがランポ。その頃のこと覚えてます？エボ2015でしたっけ？や海外遠征、まだ当時プロじゃなかった時に、エボに行くとサイドトーナメントでどうしても勝ちたいから特訓してくれって言われて、分かりましたって言って僕の家に来てもらって、6時間だか8時間だか一緒にゲームやったんですよ。でキャラの強いところとか、このキャラの特徴はとか、その確定コードはどうだっていうのをって洗ってエボ行ってエボで買ってきたんですよ。リアルタイムで LINE 飛んできて、次メルカバやねんけどどうしたらいいの？アドバイスをね。個別のアドバイス。ここがこうでここがこうでっつってキャラタイムバーってやられて、よし分かったやってみるって言ったことをやってたんですよ。すごいなと思って。ランポがいないと多分僕2015のサイド勝ててなかったなっていう感じでしたね。時差もある中でランプをしっかりと教えてくれて、もう本当に感謝しかないです、サイドトーナメント嵐と言われた剛一の裏にはランポの影ランポがいたんだ。ここからは番組初登場のメルティブラッドシリーズについて伺います。すっごい自由度が高いゲームなんですよ。もうメルティブラッドは空中の行動が豊富で、
本当に動かしてて面白いゲームですね。必殺技が出せなくてもゲームが楽しめるんですよ。例えばストリートファイターとかだったら波動拳が打てないといけないとかあると思うんですけれども、そういうのはなしにしてもうボタンを押しててもゲームが全然成立していくんですね。なのでかなり間口が広いゲームです。いろんな格ゲーをやり込んでおられるお二人ですが、このシリーズには思い入れがあると伺っています。その魅力について教えてください。コンボが結構覚えるのも簡単で完走できるとめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。上に上げて BCBC 空中投げ、もう初めこれできただけで僕もう脳汁出ましたもん。出た脳汁出ました。といえば脳汁。そう、脳汁その時にねもう溢れ出して、あこのゲームはやばいって思ってかなりゲームセンター通ってやってたのと、そのさっき言ってたその空中戦すごいバッタゲーみたいな感じで言われてるんですけど、飛んだりするってことね。はい、バッタゲーっていう言い方やめてほしいですね。もうトンビみたいに飛び回るんですよ。もうすごい空中戦が豊富。違うんで華麗なんだぞと。華麗です。当時プレイヤーがめちゃめちゃ多かったんですよ、メルティーブラッドって。本当にどのゲーセンに行ってもとにかく人がいて、めちゃめちゃゲームできたんですね。おかげでそれこそごっちゃんとかと知り合えたし、その今は今作に関してはその昔やってた人もめっちゃ帰ってきてるんで、とにかくみんなでわちゃわちゃできるのが本当にゲーム自体の魅力になってるんじゃないかなって思うんですよ。約20年の歴史を持ち、ビジュアルノベル「月姫」の世界観で描かれる 2D 格闘対戦ゲームメルティーブラッドシリーズ。11年ぶりに発売された待望のシリーズ最新作メルティーブラッドタイプルミナ。今回はお二人にプレイしながら解説していただきます。まずはラピッドビートについて教えていただきます。例えば攻撃ボタン連打で技が出る、これどういうことなんでしょ今実際にやりますね。う。はい。これです。お、これは何ボタンを連打してるんですか。今これは A ボタンを連打しているんですけれども、今 A ボタン連打で自動でコンボすることが可能になっておりまして、A でも可能ですし B ボタンでも可能ですし、もちろんこれ C ボタンでも可能になってるんですよ。あ、これなんとオトワス一瞬でできるね。いやもう初心者に大変優しいですね。そうですね。今作注目のバトルシステムムーンスキルとムーンドライブについて解説していただきます。前もしくは後ろ下とかで押しながら B と C ボタン同時押しをすると、こういうふうに特別な必殺技が出すことができます。でこれワンボタンで出せるんですけれども、この今左上の満月になってるの分かりますか。月の形ね。はい、これがムーンゲージと言います。これを使用してこの必殺技を使うことができるんです。これがゲージなんだね。そうです。なるほど。はい、しかも結構減るんですね。結構減ります。一回使うその代わりかなり高性能な必殺技が繰り出すことが可能になっているっていう感じですね。ゲージはそれとはまた別に全然普通にありますよね。あります。ゲージは上と下どっちもあるんで、このゲージをうまく利用して戦いを進めていくっていうのがこのゲームの鍵になるんじゃないかなっていう感じです。なるほど。ムーンドライブ、これどんな技なんでしょう。ムーンドライブは同じくこの月のゲージを使うんですけれども、この月のゲージ実は10段階あるんですね。10段階ある。そうなんですよ。これが5本以上あるときにニュートラル状態で B と C を同時に押すとこのように覚醒したみたいな状態になれるんです。カットイン入りました。これですね。でこの状態は例えばジャンプが3回できたりとか空中ラッシュからもう1回出たりとか、まず行動の制限がかなり増えます。だったりさっき説明させていただいたムーンスキル、これの性能が上がります。もうより強くなるんですか、ムーンスキルは。これも強くなります。このように総裁が出たりとか無敵はないんですけれども切り返し状況を見て打つことができたりするっていう形なので、ムーンドライブもかなり強力なシステムです。ムーンドライブ中ムーンスキルとかが超強いぞと。超強いです。メルティーブラッドシリーズでは攻防の鍵となるシールドとは、いわゆる当て身なんですけれども、こういう風になんか盾みたいなのを貼るんですね。そしたらここからさまざまな派生が出ます。カウンターが出ると。そうです。で押したらまたこれも簡単にコンボができるっていうのと、これは表の攻撃なんですけれども、裏に回って攻撃したりとか無敵技でやったりする形になるんですね。当て身強えじゃんって思うんですけど、取られたら取られた側もシールドで返すことができるんです。シールド返しがこういう形で。何が起きたの？今かっこよかったよ、かっこよかったよ。取られた方もいろんな選択肢を返すことができるんで、単純に当て身が強いわけじゃなくて、その後の行動で読み合いが回っていくっていうシステムになってます。なんか派手な演出のある技とかないの？
ありがとうございます広場さん。やっちゃってくださいランボさん。出たスローモーションね。これもしかしておい17分割してるじゃん。17分割最速理論だ。おお、 17分割しちゃってるじゃん。これなんか聞いたことあるぞ。人間にはそこを切ると、わすごい。めっちゃ減ったこれラストワークっていう技なんですけど、今自分で初めて秋は使ったんですが、7割減ってびっくりしました最後にお二人から初心者へおすすめのキャラクターを紹介していただきました。僕は初心者の方でおすすめしたいのは多分このノエルっていうキャラクター。かわいい。はい、ほうほこのキャラクターがリーチが長くてコンボとかもやりやすいかなって思うんで、初心者の方はこのノエルはおすすめしたいですね。めちゃくちゃかわいい。僕はここは四季をおすすめしたいですね。とにかく使いやすいで、切り返しである無敵であったりですとか、下段が長い技があったりですとか、もう本当に必要なものを全部持ってるザ主人公キャラクターなので、四季僕は推したいですね。う。いやーこれね、そろそろこのメルティブラッドの最新作ちょっと話盛り上がってきたんですけれども、お二人よかったら戦ってもらってもよろしいですか？もちろんでございます。お願いします。日本選手のエキシビションマッチ、郷一選手 VS ランポ選手の対戦です。それでは早速エキシビションマッチをやっていきたいと思います。はい、このメルティブラッドっていうゲームを面白い部分伝えながら勝ちたいと思います。よろしくお願いします。面白さが伝わらなくても勝ちたいと思います。やべえなやべえなこいつ。やばい。いやもう格闘ゲーマーって感じですね。はい、よろしくお願いします。レギュレーションは2試合選手で行いたいと思います。郷一選手は東野明葉、ランポ選手は東野四季をセレクトしました。オープンユアマジックサーキット。まずね、オープンやマジックサーキットから始まるんで、マジ使いを開けていってるんですよ。そしてまあこのメルティブラッドといえばやはりリバースビートですよね。この連携の最後を弱攻撃で締めることで隙を消して牽制技連携からさらに攻め込んでいく。 ABC から A に戻れるってそうですやつですね。ね、これはかなり大きな特徴。そしてやはり空中コンボ、何度も伺った空中投げで締める、はい、ところからどう攻めていくか。空中ヒット、受け身を取る。ジャンプ攻撃がやっぱ主体になってくるというか、空中戦が主体になってくる。アーキアといえばこの車輪ですよね。飛び道具をこう設置してそこから攻め込んでいく。はい。速い展開を作っていく。おっとここでなんだすぐさまヒートですね。覚醒したんですね。マジックサーキットの方を使ってめくってさあ投げて1を入れ替えて画面足。51がいいペース、置き攻めにも成功。そしてしっかりとコンボ、ランプを暴れていく。体力がかなり空中投げ対空。ランプ苦しい状況です。マジックサーキットゲージはあるんですが、倒しきった。1ラウンド目は51アキラが圧倒。そしてこれ画面下見てください。マジックサーキットがね4本になったんですよ。これによって新たに技使えるようになりますが、空中投げ置き攻め重視。このラウンドゲージ有利。空中投げを使った後ね、2段ジャンプしてないとその再行動できてっていうところで車輪を重ねてきました。いや反撃か。やはり51がいいペース、近くにダウンさせるムーンスキルですが、ここは空を切ります。空中投げ対空。さあランプを追いついていけるでしょうか。着地を捉えるがガード連携。満月になってるぞ。拾われてしまった。上から攻める。やはりこのアキアのジャンプ C といえばかなりメルが代表する技。ダウン取って車輪から投げている。見えてたんですけどね。あとまずは51。オープンユアマジックサーキット。初戦は51のアキアが圧倒しました。はい。すでに相当とカウンター、しっかりとシルカンを当ててかっこいい。空中コムにつないだのランポ。もうムーンスキルを2つ、これでかなり51のムーンゲージは減りました。さあランポは攻め込みたいところ。覚醒したのか。いや違う。空中ヒットから51のチャンスになる。体力状況は若干51がリードか。低空の空中ダッシュを使って攻め込んでいきますが、やはりこの51反応ではめるという異名を取るようなナイスガード。ここはヒートを使って体力を回復しつつ
はい回復するんだもんな。そうですね。若干薄い濃い色の青い部分は回復可能ゲージですので、お大ダメージ。相当な火力を出しました。こうなってくるとそうですね、51としたヒートしてこの回復していく、この辺りは、メルティブラッドの駆け引き。時間結構減ってきてるぞ。ムーンスキルムーンスキル。それ強いね。そしてここから追撃ができる。さらに空中内から車輪重ねですね。そこをシールドカウンター、しかしそれをシールドしてから回っている。投げているのはランポ。時間が減ってきています。この画面を使って決め切りたいが、シールドカウンター、シールドに対してシールドしたところを待っていました。すでにちょっと駆け引きが先の方までいっちゃってますね。ランプ追い詰められた。51はあと1ラウンド。なんとかしてまずラウンドを取りたいところ。空対空。下から突き上げたのは51。ここでムーンスキルを使って押し返していく。さらに置き攻め投げ成功します。ここでヒート、体力を回復。さらにムーンスキルがヒットすると置き攻め突き接近戦、上から位置が入れ替わりますが、しっかりとガードを固めるのは51。うまく割れた。今度はランポのコンボになります。2段ジャンプから EX 技まで使ってダウンを5分。しかしここでムーンドライブですね。ムーンドライブの時間停止を使ってムーンスキルを使ってさらに切り返していきました。ムーンドライブを返すのはランポ。さあここでうまく当たった。ムーンドライブ中は行動制限が減るが、ダッシュ投げてランポが攻め込んでいきます。ゲージも満タン。ダイヤ通った。倒しきれるか。しっかりと倒しきることに成功。ランポなんとか取り返しました。2人ともちょっと待って、稼働前にしては強すぎんか。かなり動きがねしっかりしてるんですよ。そしてここも EX 技からダウン奪って車輪、シールドカウンターにシールド。空中を捉えるのは51。競り勝っている。叩きをコンボはうまいですねこれ。どうする。おっとヒート、ブラッドヒートですね。2ラウンド目4ゲージの強力なヒート状態、うまく使いたい。しかし51は硬い。崩すことはできませんでした。こうなるとランポ苦しいか。おっとムーンスキルの空振りをしっかりと捉えてランポがチャンスにする。ダッシュ押し込んできます。宇宙ヒット、なんとか受け身を取ることができました。固める51、空中に逃げるランポ。おっとしゃがみしどうした。受け身を取る。51のゲージが溜まってきています。お互いここでヒート、体力回復しつつ時間を稼ぐのは51の秋葉。ランポとしてはどうする。時間停止してるんですねこの時ね。そうですね、時間が進んでいませんでしたね。ここでまたしても時間は動き出します。残り時間は30秒。ランポとしてはそろそろ行かないといけない。体力リーダー51。片目を通る。空中ヒット捉えて冬対空強い。ここでヒート。ヒート。時間を止めてランポが暴れている。51返していきます。残り時間10秒。どうする。抜ける。嘘だろ。冷たすぎる。固めて時間を稼いでタイムアップ。いやすごかったな。エキシビションマッチ勝者51。やっぱりこの展開早くてかつシールドの攻防がやっぱりすごいと思うんで、そこをちょっと見せれたのが良かったかなと思います。発売本当に楽しみで、多分放送してる時はもうやってると思うんですけれども、かなり僕はがっつりやろうと思ってます。この反応ではめられる感じ久しぶりすぎて震えましたね。そうだよね、あんだけ硬いのに投げたら抜けんだもんね。でもやっぱりそんな強い人がいっぱいいるゲームかなと思うと今からすごい楽しみなので、これからもやり込んで頑張っていきたいと思います。これは各ゲーマーたちのユニットデビューを追うドキュメント、各ゲーマーユニットプロジェクト仮。おはようございます。いやついに来ました。楽曲「七種の勇者」のミュージックビデオ撮影当日、メンバーたちの姿を追った。頑張ります。鼻水出たわ。昔ちょっと俳優に憧れた時期があったんで、こういうのとかすごいなんかワクワクしますね。ソロシーンから撮影がスタート。
そして大勢のスタッフの前で歌う緊張感。テイクごとに監督に指示をもらいながら撮影を進めていく。なんかちょっと部分ごとで動き変えてみたらわかります。よりいいなと。はい。どんなふうにありましたね。かっこつけてあるのがいいのか。いや、かっこつけてなくて結構無機質な感じ。あ、わかりました。映像の世界観に合わせて無機質な表情を求められるシーン、なかなか難しそうです。そうですね。いやー緊張しましたね。ドキドキしました。緊張しますね。本当うまくできてるか不安ですけど頑張ります。緊張した。もっと力を抜いてって言われたんですけど、いや力抜けねえと思って。そしていよいよダンスシーンの撮影。撮影しながら振り付けのさや先生と細かい修正を行っていく。この時と蹴りの時当たったんですよ。ここまでいっちゃう気になっちゃう。果たしてどんな作品が完成するのか。次回もミュージックビデオ撮影に密着です。本日も閉店のお時間となりました。空中のコンボの芸術性がめちゃめちゃ高いっていうのが目で見て分かって、こう見てるだけでもすごい綺麗で楽しかったです。大変歴史のあるゲームと伺っておりますので、その一番下で構いませんので私も入らせていただきたいと思います。何卒よろしくお願いします。ぜひお願いします。メルティーブラッドは本当に自分の魂のゲームで、このテレビでご紹介させていただいて、もう本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。これを見て面白いなって少しでも思った方はぜひこのメルティーブラッド始めてほしいですし、僕個人でディスコードを開いてまして、さまざまな人が入って攻略を共有したりとか対戦募集したりとか、そういう場もありますんで、興味あればぜひそこに入っていただければ僕教えますんで、皆さんぜひ始めてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。メルブラ勢のごいっちゃんと一緒にメルブラを紹介できたっていうのが何より嬉しくて、長い付き合いの友達とこうやって盛り上げていけてるんだなっていう、それがなんか個人的にすごい嬉しいというか、ごめんなさいめちゃめちゃ市場なんですけれども、ありがとうございます。これからも僕もごいっちゃんと協力してそのディスコードであったりですとかゲームを盛り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ということで今夜の格撃喫茶ハメ順、お客様はゴイチ選手とランポ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週はストリートファイター5チャンピオンエディション特集。樋口選手と桃地選手がご来店します。お楽しみに。